のささやきの朗読やあの壺を買った日から俺だけが助かり続けている。それが一番おかしい。中古ショップに立ち寄ったのは本当に偶然だった。駅前のごく普通の店。呪物だとか曰く付きだとかそんな雰囲気は一切ないんだ。陶器コーナーの下段に埃をかぶった壺があった。背丈は低く、口がやや歪んでいる。模様はあるが意味はわからない。その値段は1000円もしなかった。手に取った瞬間、ひんやりとした重さが手のひらに残った。嫌な感じはしなかった。むしろ落ち着く。それが今思えばおかしかったんだ。家に持ち帰り、今の棚に置いた。それだけだ。何もしていない。異変は3日後に起きた。仕事帰りに横断歩道を渡っている時だった。信号は青。周囲も見ていた。なのに横から車が突っ込んできた。確実に引かれる位置だった。だが次の瞬間、背中を強く引かれたんだ。足がもつれ、尻餅をつく。車は俺の目の前をかすめて止まった。無傷だった。その夜、一緒に飲んでいた同僚が帰り道で事故に遭ったと連絡が入った。俺と別れて10分後くらいのことだった。俺は偶然だと思いたかった。そう思うしかなかったんだ。だが、それは続いたんだ。階段から落ちそうになった時、誰かが後ろで支えた感触があった。その翌日、同じフロアの先輩が転落事故を起こした。助かるたびに誰かが亡くなってしまう。俺は3度目でさすがに気づいた。夜に壺を見た。表面には細い線が浮かんでいる。昨日はなかったはずのひび。触るとかすかに暖かい。壺の底に黒ずんだ点が一つ現れていた。印だと直感した。だが翌日、その印は消えていたんだ。その代わりにニュースでまた一人の訃報を見た。俺の身代わりだった人の名前だった。その時、ようやく理解した。この壺は俺を守っているわけではない。代わりを差し出しているんだ。そして次に守られるのは俺なんだ。その代わりに誰かが選ばれる。壺を見ないようにしても意識から外れなかった。棚の前を通るたびに視線が引き寄せられる。触れとも守れとも言わない。
ただそこにある。次の事故ははっきりと予兆があった。壺の底の印が二つに増えていたんだ。黒い点が並んでいる。次が近かった。その日の夜、友人が家に来た。学生時代からの付き合いで、最近はよく飲みに来ていた。友人はその壺を見て、なんだよそれと笑ったんだ。そして俺は、いやー、安かったんだよ。安かったから、つい買っちゃってさ。そう答えた。それ以上は説明しなかった。その翌日、俺はまた助かってしまった。工事現場の足場が崩れ、下敷きになるはずだった。だが直前で金属が引っかかり、体は宙で止まった。無傷だった。代わりにその日の夜、友人が自宅で倒れた。連絡を受けた瞬間、壺の印が一つ消えているのが分かった。偶然ではない。壺は近くにいる人間を選んでいるんだ。それから俺は人を家に呼ばなくなった。職場でも距離を取った。もう俺は助かりたくなかった。誰かを代わりにはしたくなかった。だが壺は関係なかった。外で起きる事故にも必ず俺が助かる場面が含まれているんだ。電車のホームで人が倒れた時、俺の足元に押し寄せたはずの人波が寸前で割れた。倒れたのは俺の後ろに立っていた見知らぬ男だった。壺の印が三つに増えた。範囲が広がっている。俺は恐ろしくなり、壺を処分しようとした。俺は袋に入れ、夜のうちに車で運び出す。山へ向かった。だが途中で胸が締め付けられ、ハンドルを握れなくなった。視界が暗くなり、このまま運転していると事故を起こす。そう確信した瞬間、壺が助手席で割れたんだ。次の瞬間、車は何事もなく止まっていた。その夜ニュースで山道の事故を知った。亡くなったのは同じ時間、同じ道を走っていた別の車だった。割れた壺を見て、俺は吐き気がした。中から黒いかけらが覗いているんだ。割れた壺を前にしてしばらく動けなかった。壊せば終わる。そう思っていた。だが壊れたのに終わってなんていなかったんだ。壺の破片は床に散らばっているのに、印は消えていなかった。むしろ増えている。黒い点が細い線でつながり、円の形を作り始めていた。完成に近づいている。その翌日から周囲の人間が次々と不運に見舞われたんだ。直接会っていない人間までだ。
同じ部署の同僚、顔見知り程度の近所の住人、昔の知人、すべて俺と関わったことがある人間ばかりだった。助かるのは相変わらず俺だけだった。階段を踏み外しても転ばない。熱湯が跳ねてもやけどはしない。その代わりにニュースに名前が増えていくんだ。俺は耐えきれずに中古ショップへ向かった。壺を買ったあの店だ。事情を話すと店員は何も驚かなかった。割りましたか。そう言って静かに首を振った。それ壊すものじゃないんですよ。カウンターの下から古い帳面が出される。そこには壺の写真と赤い印が円を描いていた。一人分守るための数なんですよ。意味を尋ねると店員ははっきりと言った。最後に残る一人が持ち主なんです。俺が帰宅すると壺の破片は一箇所に集まっていた。まるで誰かが並べたように。その中心に一つだけ完全な破片があった。そこの部分だ。そこに名前が刻まれていた。俺の名前だった。理解した。これまで助かっていたのは守られていたからではない。選ばれていたんだ。壺は身代わりを集めて最後に一人を残す。それが所有者。今夜誰かが代わりになることはもうない。壺は完成した。この先俺は何があっても助からない。それはもう身代わりが存在しないからだ。だから今これを書いている。もし中古ショップで安い壺を見つけても絶対に購入してはいけない。それは守ってくれるものではない。最後に残る人間を決めるための器なんだ。最初にこの現場へ入った日のことを今でもはっきりと覚えている。呼ばれたのは古い集合住宅の一室だった。玄関前に立っただけで空気が重く湿っているのが分かった。管理会社の担当は何か言いかけていたが途中で口を閉じた。そのまま鍵だけを渡してくる。ああいう沈んだ顔は何度も見てきたはずなのに、この時は妙な違和感が残った。部屋の中は生活の途中で時間が止まったようだった。食器も服もそのまま置かれている。ただ床にだけ微妙な跡があった。人が横たわったようにも見えるし、重いものを引きずったようにも見える。だが最初は気にしなかった。こういう跡は特殊清掃の現場では珍しくはない。そう自分に言い聞かせて
作業を始めた。数時間後、一度外に出てから戻った時だった。床の跡が変わっていたんだ。照明の角度ではない。光の加減でもない。さっきは薄い影のような輪郭だったのに、戻ると色が濃く深く沈んでいたんだ。広がり方も違う。まるで誰かがもう一度そこに横たわったようだった。この部屋は窓が一つしかなく、日差しも入りにくい。それなのに後の部分だけが乾かないんだ。じっとりと粘りつくような湿り気がある。手袋越しに触れるとわずかに暖かかった。誰かがついさっきまでそこにいたような、そんな温度だった。俺は気のせいだと思おうとした。だが視線を外してからもう一度見る。後の端が少しだけ伸びている。主張するみたいに、ここにいると示すみたいに。その瞬間、胸の奥に重いものが沈んだんだ。この部屋にはまだ何かが残っている。そう考え始めた時点でもう後戻りはできなかった。逃げる理由はいくらでもあった。それでもこの後が何なのか、それだけは確かめずにはいられなかったんだ。この時すでに俺は現場に入ったのではなく、呼ばれていたんだと思う。翌日、再び同じ部屋に入った。あの後は完全に消えていた。専用の薬剤を使い、床材も念入りに処理をした。色も匂いも残ってはいない。見た目だけなら最初から何もなかった部屋だ。それなのに部屋に入った瞬間、体が止まった。空気が違う。昨日よりもはっきりと重い。床を見下ろすと跡はなかった。だがそこだけ避けるように視線が滑る。無意識に近づきたくない場所を体が覚えているんだ。作業を再開し、しばらく経った頃だった。床に薄く影のようなものが浮いていたんだ。最初は気のせいだと思った。だが影は輪郭を持っていた。昨日見た形と同じだった。色はまだ淡い。濡れてもいない。ただ確かにそこに形がある。俺は一歩下がった。それでも影は消えなかった。むしろ少しずつ濃くなっていくんだ。不思議なのは床だけじゃなかった。周囲のものがわずかに歪んで見える。空気が沈み、押しつぶされているような感覚だった。気づいた時には息が浅くなっていた。胸が苦しい。酸素が足りないわけではない。誰かに上から覆われているような、そんな圧迫感だった。視線を上げた瞬間、理解した。この後は床の問題ではない。ここは場所なんだ。
誰かが何度も戻ってくる位置。消されても忘れられても必ず戻る場所。影は昨日よりもはっきりとしていた。人の形だ。横たわっているのではない。起き上がりかけている。俺はその現場を離れようとした。だが足が動かない。影の中心に惹かれている。その時気づいた。影の輪郭の端が昨日より少しだけ高い。床から浮いている。次にここへ来た時、この影はもう床にはいない。3日目、部屋に入った瞬間、空気の重さが明らかに違っていたんだ。昨日までは胸の奥だけが沈むような圧だったが、この日は頭上から落ちてくる。床を見る。あとはもうそこにはなかった。だが完全に消えたわけではない。ただ昨日まで床にあった形がどこにも見当たらない。代わりに部屋の中心にだけひどく静かな気配が渦のように漂っていた。視線をそらそうとしてもそこへ引き戻される。目には見えないのに何かがいるとわかる場所だった。道具を持ち替えようとしゃがんだとき、ふと気づいた。床の下ではない。真上だ。呼吸が浅くなる。誰かに肩をつかまれたわけではないのに、体が勝手に固まった。天井に目を向けるのは正直怖かった。だが向かわずにはいられなかった。この3日間ずっと床だけを見ていたが、最初からそこじゃなかったんだと気づいてしまった。俺は意を決してゆっくりと顔を上げた。最初は光の加減だと思った。天井板に落ちる影が不自然に濃かったからだ。けれど目を凝らすとそれは影ではなかった。天井その一点だけ薄く形が浮いていたんだ。人の顔、横から押し付けられたような潰れた形。だが目に当たる部分だけが深い穴のように沈んでいたんだ。その穴がこちらをまっすぐ見ていた。一瞬でわかった。床にあった跡はそこから落ちた影だった。本体はずっと上にいた。消しても拭いても何度も現れたのはこの天井に張り付くそれが理由だったんだ。視線をそらしたかった。なのにそらせない。吸い込まれるように見続けてしまう。そのうち天井の顔がわずかに揺れた。息のように動いた次の瞬間、気づいた。天井板ではない。天井と顔の間にわずかな隙間がある。張り付いているのではなく、そこに潜っている。そしてゆっくりとその顔は穴から出てこようとしていた。逃げようとした足が動かない。恐怖で固まったわけではない。足首を誰かの指でつままれたような感触があった。視線を下げると床にはもう跡はなかった。なのに確かにそこから触れられている。
天井の顔が少しだけ降りてきた。鼻の形がわかる高さまで。この部屋の跡は戻るのではない。戻されていたんだとその時わかった。逃げなければと思った。けれど足は床に張り付いたように動かないんだ。つままれるような感触はもう足首からふくらはぎへと移っている。何かが下から引いている。だが床には何もいない。その不自然さが逆に現実味を帯びていたんだ。そして天井の顔はじわじわと降りてきた。最初は目だけ、次に鼻筋、その後頬の線。人の顔に見えるが、どこにも体がつながってはいない。天井の穴に顔だけが詰まっているようなありえない姿だった。音はしない。呼吸もない。なのに生きている。こちらを見ている。俺は視線をそらせずにいると、顔の輪郭が少しずつ崩れていくのが分かった。肉が落ちているわけではない。薄い膜のように形が溶けて広がっているんだ。まるで天井と顔の境界が混ざり合い、一つになっていくようだった。そして気づいた。天井にできた薄い膨らみ。あれは単なる影ではなかった。部屋の形そのものがゆっくりと歪んでいたんだ。顔の下に細い腕のような影が伸びた。次に肩、そして首の付け根が見えた瞬間、心臓が痛むほど脈打った。顔だけではない。全部ある。ただ天井の向こう側にいるんだ。そこから出ようとしている。足をつまむ感触が強くなった。引きずる力ではない。触れて確認している手つきだった。まるで、ここだ、と確かめるように。顔が完全に部屋へ出てきたとき、ようやく声を上げた。自分でも驚くほど弱い声だった。誰かを呼ぶ声ではない。自分自身に向けた拒絶の声。だが遅かった。天井の穴から首が抜けた。次に肩が落ちてくる。その重さは見ているだけでわかるほど異様だった。落ちてくるものではない。降りてきている。なぜ逃げられなかったのか。なぜ足が動かなかったのか。その理由は単純だった。この部屋で最後に横たわったのは床に跡を残した誰かではない。俺の跡がもう床に浮かんでいたんだ。視線を下げると自分と同じ形の影が濃く深く沈んでいた。影はゆっくりと腕を広げ、天井から降りてくるそれと同じ角度で動いていた。そして天井の顔が笑った。形が崩れたその口がゆっくりと。そして最後に見たのは降りてきた腕が自分の肩に触れる瞬間だった。冷たさも熱さもない。ただ確かに触られた。そこから先の記憶はなかった。気づいたとき
部屋は真っ暗で、影も跡も消えていた。だが一つだけ変わっていないものがある。天井を見ると薄く顔が浮かんでいたんだ。今度は俺の顔だ。同窓会の案内状が届いたのは春先だった。差出人は当時クラス委員だった名前。懐かしさより先に違和感があった。この地域で同窓会が開かれるのはもう何年もなかったからだ。会場は駅前の少し古いホテルの宴会場。名前を聞けば誰でも知っているが、個人的に使う機会はほとんどない場所だった。受付で名簿を確認し、名札を受け取る。その名札には自分の名前と席番号が書かれていた。会場に入った瞬間、独特の空気を感じた。騒がしいはずなのに、どこか音が薄い。笑い声も拍手もあるのに、幕を一枚挟んで聞いているようだった。席に向かいながら自然と人数を数えていた。懐かしい顔が並び、記憶と現実をすり合わせるような感覚になった。そこで一つ気になる席が目に入った。丸テーブルの一角、椅子が一脚だけ妙に綺麗だった。ナプキンは折り目一つ崩れてはおらず、グラスも手つかず、料理も全く減っていなかった。最初はまだ来ていない人の席だと思った。遅刻する同級生は毎回いる。だが名札を確認して首をかしげた。その席の名札には確かに名前が書いてあったんだ。ただしその名前には見覚えがなかった。旧姓でもあだ名でもない。クラス名簿を思い返しても該当する人物が浮かんではこなかった。周囲の席に座っている同級生に小声で聞いてみた。なあ、この席、誰か来る予定だったっけ？だが返ってきた答えは揃って曖昧だった。知らないよ。でも席があるってことは出席だよな。誰かの連れじゃないの？幹事を探して視線を巡らせたが、ちょうど乾杯の準備で忙しそうだった。そのまま会は始まり、料理が運ばれ、酒が継がれていく。それでもその席だけは最初から最後まで手をつけられなかった。誰も座らないのに、誰も片付けようとはしない。まるでそこに座る人がいる前提でずっと開けてあるようだった。一次会の途中、乾杯の輪が一段落した頃だった。例の空席のグラスに水滴がついているのに気がついた。誰も触っていないはずなのに、まるで口をつけたような直後の後だった。周囲を見回しても誰かが間違えて座った様子はない。料理も
相変わらずその席の分だけ綺麗なままだった。違和感がはっきりと不安に変わった。俺は幹事を捕まえて直接聞くことにした。受付の裏で名簿を確認してもらう。この名前って誰だっけ？幹事は一瞬だけ画面を見つめ、小さく首を振った。あれ？おかしいな。出席者リストには確かにその名前があった。だが、連絡先の欄が空白になっている。欠席の連絡も出席の返信もない。それなのに席だけが確保されているんだ。誰かが入力ミスしたんでしょう。幹事はそう言ってそのまま画面を閉じた。だがその直後だった。会場の奥、例の席の椅子がわずかに引かれているのが見えた。音はしなかった。誰かが触れた気配もない。たださっきまでテーブルにきちんと収まっていた椅子が人一人分後ろにずれていたんだ。その瞬間、誰かがそこに座ったと直感的に分かった。視線を落とすと床のカーペットにはうっすらと靴底の跡が残っていたんだ。自分の心臓の音だけが妙に大きく聞こえた。二次会へ移動する時間になり、会場は慌ただしくなった。幹事たちは残ったグラスや荷物を確認し始める。その時だった。この席、誰のだった？スタッフが空席を指さして聞いてきた。幹事は名簿を見直してしばらく黙り込んだ後、こう言った。空席のはずなんですよ。その言葉を聞いた瞬間、背中に冷たいものが這い上がった。スタッフは不思議そうな顔でこう言った。でもさっきまで人いましたよ。誰もがその場で動けなくなった。ずっと座ってて、最後に静かに立って出て行きましたよ。どんな人だったかを聞くと、スタッフは首をかしげた。顔はよく覚えていないんです。でも、名札だけははっきりと見えました。その名前を聞いた瞬間、全員が黙った。それは、卒業直前に突然学校からいなくなった同級生の名前だった。存在自体がいつの間にか話題に出なくなって、卒業アルバムでもページの端にしか写っていない人物。俺は帰り際、受付で名簿をもう一度確認した。その名前は最初から最後まで空席のままになっていた。それなのに、その席のグラスだけはきれいに空になっていたんだ。今でも思い出す。あの部屋に住んでいた頃、廊下の曲がり角だけはどうしても好きになれなかった。
理由を聞かれても、その時はうまく説明できなかった。ただそこを通るたびに視線の置き場を失う感覚があった。引っ越した初日から間取り自体は普通だった。古さはあるが、よくある集合住宅。問題の廊下も玄関からリビングへ伸びる短い通路で、途中に直角の曲がり角が一つあるだけだ。問題の廊下も玄関からリビングへ伸びる短い通路で、途中に直角の曲がり角が一つあるだけだ。それなのにその角だけが妙に暗く見えた。照明はちゃんとついている。電球も新しい。なのに曲がり角の内側だけ影が沈んで動かなかった。光が避けているというより、そこだけ吸い取られているような印象だった。最初は気のせいだと思った。生活が始まれば慣れる。そう考えてはいたが、数日経っても違和感は消えなかった。夜になると特にひどくて、廊下を歩くたびに角の向こうに何かがいる前提で体が動く。ある晩、風呂上がりにタオルを取りに行こうとして、ふと立ち止まった。曲がり角の手前で足が止まったんだ。理由はわからない。ただその先を見てはいけない気がしたんだ。それでも視線は勝手に引っ張られる。角の向こう、ちょうど壁が折れ曲がる位置。そこに人の影のような濃さがあった。形ははっきりしない。だが何もない場所とは明らかに違う。目をそらすと胸がキュッと締まった。もう一度見ると影は少しだけ位置を変えていた。壁に張り付くように、そしてこちらを避けるように。それが偶然じゃないことだけは分かっていた。それからというもの、廊下を歩くときは自然と足音を殺すようになった。無意識に存在を語らせないようにしているんだ。自分でも不思議だったが、体が勝手にそう動く。ある日、帰宅をして玄関の鍵を閉めた瞬間、奥からかすかな音が聞こえた。靴の底が床に触れるような短い音。一度だけですぐに止まった。音は廊下の曲がり角の向こうからだった。誰かが一歩だけ踏み出して立ち止まった。そんな距離感だった。その時、はっきりと思った。この廊下は通路ではない。あの曲がり角は誰かが出てくる場所だ。曲がり角の向こうで一度だけ響いた足音を境に、部屋の空気は少しずつ変わっていった。聞き間違いではない。そう確信してから廊下を通るたびに胸の奥が重くなる。角を視界に入れた瞬間、背中の筋が一つだけこわばるような感覚があった。翌朝、玄関へ向かう途中で足が止まった。曲がり角の壁に薄い跡のような影が残っていた。照明が当たる角度の問題かもしれない。そう思って手で触れてはみたが、何の汚れもない。
ただ影だけがその位置に張り付いていた。仕事に向かいながらもその影が頭から離れなかった。昼休みに同僚と話している最中も視界の端にあの角がちらつく。前日に音がした場所だ。一歩だけ踏み出したようなあの距離感がずっと胸に残っていた。帰宅した夜、玄関を開けた瞬間、違和感はさらに濃くなった。廊下の空気だけが妙に冷たい。部屋全体の温度は均一なのに、曲がり角に近づくほど肌が薄く冷え、指先の感覚がわずかに鈍る。角の手前で立ち止まる。静かすぎる。エアコンもテレビもつけていないのに、音の気配がまるでなかった。息を整えて角を覗こうとした瞬間、視界の奥で何かが動いた気配がした。形は見えない。ただ空気が一つだけ落ちるように揺れたんだ。風でも振動でもない。何かが壁に沿って滑ったような気配だった。思わず視線をそらし、角を避けるようにリビングへ戻った。電気をつけても心臓の鼓動はしばらく収まらなかった。部屋の隅々まで見回したが、人のいる気配はない。ただ落ち着く気配もない。部屋の中心にいても、あの曲がり角から見られている感覚だけが離れなかった。深夜遅く、寝る前にもう一度廊下を見た。曲がり角の近くの壁にさっきより濃い影が落ちていたんだ。形は曖昧で、人とも物ともつかない。ただそこだけ光を拒むように沈んでいた。明らかに不自然だった。影は動かないが、その濃さが呼吸をしているみたいにかすかに揺れている。見れば見るほど胸の奥がざわざわと落ち着かなくなった。ベッドに入ってからも眠れなかった。廊下の奥が薄く光を反射し、曲がり角がそこに浮かんだ。暗闇の輪郭の向こう側に誰かが立っているような気配がずっと続いた。その夜だけは廊下に背を向けて寝ることができなかった。翌朝、目を覚ました瞬間から違和感は消えていなかった。眠ったはずなのに体が休まった感覚がない。視線を動かす前から廊下の曲がり角の位置が頭に浮かんでいた。身支度を整え玄関へ向かう途中で自然と足が止まる。角の壁に落ちている影が昨日よりも明らかに濃かった。朝の光が差し込んでいるはずなのに、そこだけ色が沈んで見えた。指で触ると壁紙ではなく空気そのものが冷えているようだった。仕事へ出ても集中できなかった。パソコンの画面を見ていると視界の端に直角のラインがちらついた。あの角の形だと気づいた瞬間、背中にじわりと汗が浮いた。頭の中であの場所の距離感だけが何度も再生される。帰宅した夜、
玄関の鍵を閉めた途端、空気の匂いが変わった。湿気や埃とは違う。人が長時間同じ場所に立っていた時に残る重たい匂いだった。廊下の奥を見ると、曲がり角の暗さがさらに深くなっている。ゆっくり近づくと、角の内側から細い圧が伝わってくる。けれど、そこに誰かが立っている時特有の空気の密度がある。壁に沿って気配だけがこちらを向いていた。角を覗こうとした瞬間、空気がわずかに沈んだ。何かが一歩だけ動いたような重さの移動。反射的に足が早まり、心臓が大きく跳ねた。見てはいけない。そう思っても視線は勝手に角へ吸い寄せられる。暗闇の奥に輪郭が浮かんだ。はっきりとした形ではない。だが人の肩に近い高さで影が折れ曲がっている。一つではなく何かが重なっているようにも見えたんだ。その影がわずかに動いた。横へずれたのか、こちらへ寄ったのか判別できないほど小さな動き。それでも確実に距離が縮まったと分かった。次の瞬間、空気が湿り、温度が変わった。誰かが体を寄せてきた時の感覚に近かった。後ずさると背中に視線が張り付いた。角の向こうにいるそれがこちらの動きを追っているんだ。逃げるでもなく出てくるでもなく、ただ位置を保って見ている。その距離感が一番恐ろしかった。その夜、家中の電気をつけても気配は消えなかった。明るさとは関係なく、曲がり角の向こうに立っている前提が体に染みついている。ベッドに横になっても、廊下の入り口から視線が伸びてくる感覚が続いた。まぶたを閉じると、あの影の高さだけが鮮明になる。眠りに落ちる直前、はっきり理解した。あの曲がり角は通路じゃない。誰かがそこに立つための場所だ。その夜は結局ほとんど眠れなかった。目を閉じても廊下の曲がり角の位置だけが頭の中で固定されている。暗闇の中で方向がわかるほどあの場所の距離感が体に染みついていた。深夜、喉が渇いて起き上がった。リビングの明かりをつけると、廊下の奥まで薄く光が伸びる。曲がり角の手前まではいつもと変わらない。だがその先だけは光が届いているはずなのに沈んで見えた。水を飲み、コップを置いた瞬間だった。廊下の奥からかすかな気配が流れてきたんだ。音ではない、空気が動いた感触だけが床を這うようにして近づいてくる。誰かが曲がり角の内側から一歩だけ位置を変えた。そんな距離感だった。俺は息を殺し、視線を廊下へ向ける。角の影が昨日よりはっきりとしている。輪郭が
曖昧だったはずの暗さが今は形を持っている。人の上半身に近い高さ。壁に沿って何かが立っている。そしてその影がゆっくりと傾いた。こちらを覗くような角度だった。次の瞬間、背中に冷たいものが這い上がった。視線を合わせてはいけないと分かっているのに目がそらせなかった。影がほんのわずか前へ出た。床は鳴らない。音もしない。ただ空気の密度だけが変わったんだ。誰かが近づいた時特有の圧のある気配が廊下を満たした。限界だった。俺は逃げるように寝室へと戻り、布団に潜り込んだ。それでも背中側から視線が離れない。曲がり角にいるそれがこちらを正確に捉えている感覚が続く。どれくらい時間が経ったのかわからない。ふと廊下の方で気配が止まった。動きが消えたわけではない。定位置に戻ったという感覚だった。翌朝起きると廊下は静まり返っていた。曲がり角の影も前より薄くなっている。何事もなかったように見える。だが壁の一部分だけ空気がよどんでいた。近づくとそこだけかすかに冷たかった。俺はその日を境にその部屋を出た。理由は説明できなかった。事故物件だと知ったのは引っ越し後のことだった。だが理由を知る必要はなかった。あの曲がり角は今も変わらずそこにある。誰かが通り過ぎるのを待つのではなく、誰かが立つべき場所として。もしあの部屋に住むことがあったら、夜廊下の曲がり角を見ない方がいい。見られているのはこちらの方だから。あの夜のことを思い出すと、今でも夜勤表を見るたびに指が止まる。紙そのものが信用できなくなったからだ。あれは今より少し若かった頃、夜勤にも慣れ始め、流れ作業のように業務をこなせるようになっていた時期だった。その日も勤務前に夜勤表を確認した。看護師は3人。受け持ち、役割、緊急時の動線。何度も見返したが、見落としはなかった。私は自分の名前を指でなぞり、次に先輩、最後にもう一人の同期の名前を確認した。3人だけだった。消灯後の病棟は独特の空気になる。昼間とは別の場所のようで、廊下の長さも天井の高さも少し歪んだように感じ取れるんだ。その夜、最初に違和感を覚えたのは巡回の途中だった。少し先の廊下を白衣の背中が横切った。ナースシューズの音はしなかった。それなのに
確かに人が歩いた気配だけが残ったんだ。私は反射的に思った。先輩かな？でも先輩は記録室にいるはずだった。無線もついさっき確認したばかりだ。私は立ち止まって夜勤表を思い浮かべた。何度確認してもそこに4人目の名前はない。それでもその白衣は確実に病室の方向へと歩いていった。白衣の後ろ姿が消えた病室の前で私はしばらく動けなかった。足音は聞こえなかったのにはっきりと残っていた。私は気のせいだと思おうとした。夜勤では疲労と静けさが感覚を狂わせる。そう自分に言い聞かせて巡回を続けた。だがその直後だった。ナースステーションの内線が鳴った。受話器を取ると同期の声がする。今誰かそっちに行った？その一言で背中が硬くなる。私が見た白衣の話をすると、同期は少し間を置いてから低い声で言った。さっき私も見た。点滴交換してる人がそこにいてね。先輩だと思って声をかけたんだけど、振り向かなかったの。場所を聞くと、私が白衣を見失った病室と一致していた。その病室は今は使われていないはずだった。私は念のため先輩に無線を入れた。帰ってきた答えははっきりとしていた。ずっと記録室だよ。誰も病室には入っていないよ。3人とも同時に沈黙した。その後も病棟のあちこちで誰かが業務をしている気配が続いた。点滴スタンドが少し動いている。カーテンがさっきより整っている。ベッド柵の位置が変わっている。どれも誰かがやったとしか思えないことばかりだった。夜勤表を見返す。何度見てもそこに増えた名前はなかった。それなのに仕事だけが確実に進んでいった。夜明けが近づくにつれて病棟は少しずつ音を取り戻し始めていた。空調の切り替え音、エレベーターの稼働音、それらが妙に安心材料のように感じられたんだ。夜勤が終わり、私たちは3人でナースステーションに集まった。誰も口には出さなかったが、同じことを考えているのは分かっていた。あの人、誰だったんだろう。その答えが出ないまま、先輩が夜勤表を片付けようとして手を止めた。これ、見て。夜勤表の端、もともと何も書かれていなかった余白に、細い文字で名前が書き足されていた。インクは薄く消えかけたような文字だった。それは数年前にこの病棟で働いていた看護師の
名前だった。事故で亡くなり、その後すぐに夜勤体制が変わった人。私はその名前を夜勤表で見た覚えがあった。新人の頃、確かにそこに載っていた。先輩が言った。だから仕事が進んでたんだね。誰も笑わなかった。その日以降、夜勤表は必ず4人分の欄が用意されるようになった。実際に勤務するのは3人でも、一枠だけ名前を書かない欄。理由は誰も聞かなかった。ただ一度その空欄を作らずに夜勤に入った日がある。その夜だけ点滴が乱れ、ナースコールが鳴り止まず、病棟は混乱した。翌朝、何も書いていないはずの欄に、またあの名前が薄く戻っていた。それ以来私は夜勤表を見るたびに、空いている一枠を決して指でなぞらない。そこには今もいるからだ。